どうも、ケイスケです。絶賛体調不良でございます。ちょっとね、声が枯れてるので聞きづらかったらごめんなさい。本日ゴールデンウィーク企画4日目ですね。ゴールデンウィークの企画では、カメラの選び方、レンズの選び方からカメラアクセサリーとか、あとはもう本当に撮影のテクニックまで全部まるっと一気にご紹介しようということで、連続更新をしております。ちょっとね、明日この動画出した次の日だけ1個番外編が挟まるかもしれないんですけども、ぜひ明日の動画も、その次の日の動画も見てくださいということで、今回は、基本的な撮影のモードとか、要はカメラの使い方みたいな部分をまるっとご紹介したいと思います。僕のチャンネルで本当初心者向けに実はカメラの使い方みたいな部分をご紹介したのってあんまりなかったかもしれないので、今回この場所でご紹介してみたいと思います。ぜひ学び直したいとか、これからカメラを始めたいとか、そういう方に見ていただければ嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。はい、ということで手元をね見せながらやっていったら早いと思いますので、手元ちょっと見つつやっていきましょう。はい、ということでカメラを持ってきました。今回は、僕のよく使っている α7S3 というカメラで基本的には紹介していこうと思います。で、あんまりこうね、他のカメラもここにシャッターボタンがあってダイヤルがここにあってとかはそんなに大きく変わらないので、基本的には共通している部分を中心にご紹介できればと思います。で、シャッターボタンわかるですよね。シャッターボタンは、この人差し指の部分なんですけども、これですね、半分こう押せばピントがあって押し込むと、シャッターが切れると、そういう構造になっています。どのカメラもそうですね。たまにカメラやってる方で親指側にこうフォーカス合わせを置くというか、親指フォーカスっていうのを適用している方もいらっしゃるんですけども、基本的には人差し指のここでねやってる方の方が今は多いのかなと思いますと。で、よく使う部分としてはここですね、モードダイヤルめちゃめちゃ使うんですよ。で、ここはちょっと分かりにくい部分だと思うんで紹介したいんですが、その前にちょっとね紹介しとかなきゃいけない基本的な原理みたいなのがあります。で、それが写真の明るさを決める、3つの指標というか3つの数値ですねがあるんですよ。で、聞いたことあると思うんですけども、ISO、シャッタースピード、F 値ですね。この3つっていうのが写真の明るさを決める、3大要素みたいな感じになっています。基本的にはこの3つの要素が組み合わさって写真の明るさっていうのが決まっていくと。で、もちろんこれのバランスが崩れると真っ黒になったり、真っ白になったりという風に写真の明るさがうまくいかないよっていう感じになってしまうという形になります。で、それぞれご紹介していくと、まず F 値ですね。F 値っていうのはレンズの絞り値とも言われています。例えば分かりやすいのでこのレンズを持ってきます。このレンズはフルマニュアルのレンズなので、実はこのねここの部分で F 値を変えられるようになってるんですよ。で、 F 値変えるとどうなるかっていうと、よいしょ、ちょっと見えるか分からないんですけど、分かります？ F 値低くしていく、これ F2 っていうモードなんですけども、 F2 だとこう中が開きます。で、どんどん絞って、これ F22 っていうのがマックスなんですけども、そうすると中身が絞られていくと、こんな感じで開いたり閉まったりしますが、この開き具合、開き具合のことを F 値で表現したりします。で、 F 値が低ければ低いほどこれが開きます。つまり光の取り入れる量が多くなります。で、 F 値っていうのが大きければ大きいほど絞られます。なので光が通りづらくなります。わかります？で、これすごく理解しづらいんですけども、最初のやっぱイメージだと F っていうのを大きくすると光をもっと取り込めるんだみたいなね、イメージになりがちなんですが、実はこれ逆でですね、 F 値が低くなればなるほど明るく、写真が撮れるという感じになります。かつボケ感にも関わってきてて、F 値っていうのを下げればボケ感の得れる写真になります。こんな感じでね、 F1.8 と F8 とかだとこうやって結構ボケ感に差が出ますと。で、 F 値に関してはレンズによってそれぞれね、いける範囲っていうのが決まっています。このレンズは F2 から22までいけます。で、こっちのレンズですね、この 90mmF2.8 マクロっていうのは F2.8 から F32 までいけるのかな、だったと思います。で、基本的にこのレンズ、レンズっていうのはこういうね、ここ見えるかな、これだと 20mm40mmF2.8 って書いてあるんですけども、 20mm40mm っていうのが要は広さの範囲ですね、広さで、ここ F2.8 って書いてあるんですけども、この F2.8 っていうのが一番明るく撮れる
数値が書かれています。なんでこの数字がちっちゃければちっちゃいほど F 値を低くできるレンズですよと、そういうものになっています。なんで F 値の最小値、最小 F 値がこのねレンズ側に記載されているっていう風に覚えてください。でその F 値っていうのが一つで、次シャッタースピードですね。このシャッタースピードは分かりやすいと思うんですけども、例えばシャッターっていうのが中にあって、それっていうのがこうパンと開くか、それともこうゆっくり開いて閉じるかみたいな感じですよね。もちろんゆっくり開いて閉じたらその間に取り込まれる光っていうのは多くなるし、早ければその間に取り込まれる光っていうのは少なくなります。つまりシャッタースピードは高ければ高いほど暗くなるし、シャッタースピードが遅ければ遅いほど明るい写真になります。ただシャッタースピードっていうのはこう早ければ取り込む時間っていうのが短くて済むので、ブレない、写真がブレづらいという特徴があって、逆にこうゆっくりシャッターが閉じるみたいな感じになると、ブレやすいというか、その間の光を全部取り込んじゃうので、ブレた写真が撮れやすくなっちゃったりしますので、シャッタースピードは下げたいんですけども、下げすぎるとブレちゃうので、ギリギリブレない程度で明るいよっていうのが、一番ベストではありますね。ということで F 値、このレンズ側のこう絞りの開く度合いとシャッタースピードは1枚の写真あたりのこうシャッターの切れてる時間ですね、が示されておりまして、でその2つで明るさが大きく決まるんですが、それに加えてカメラ側で ISO というのがあります。この ISO っていうのは感度ってよく言われたりするんですけども、シンプルにこの ISO っていう数字が上がれば上がるほど写真が明るくなります。下がれば下がるほど写真が暗くなります。ただこの ISO っていうのは下がれば下がるほど写真が綺麗になって、上がれば上がるほど写真が、ノイズが乗りやすくなると、そういう感じになったりもします。でつまり ISO っていうのはできれば低い方がいいよねっていうのが通常のね写真とかの考え方ではあるので、できる限り ISO を小さくしつつ F 値とかシャッタースピードで、明るさを調整するというのが、基本的な写真のね撮り方なのかなと思います。これねちょっとね難しいかもしれないですね。このね光の3要素はかなり覚えるのが難しいと思うんですけども、これはねカメラやっていくうちに慣れていくので、ぜひそういう感じでとりあえず覚えておいていただければと思います。ケイスケの動画で基本的にフルマニュアルのカメラっていうのはこのさっき言った ISO、F 値、シャッタースピードっていうのをそれぞれ細かく設定して、明るさっていうのをちょうどよく撮影するんですね。ただ最初からそんな細かく調整できるわけないじゃないですかね。うまく調整できないでしょということで、このオートモードとか、ここのねモードダイヤルっていうのがあるんですよね。でこのモードダイヤル見ていくと、モードダイヤルには O と PASM 動画のマーク、S&Q123 とこのねカメラにはありますと。で、オートっていうのは完全なフルオートですね。シーンとか夜景のシーンとかそういう検出をして全部フルオートでやりますよっていうのがこの緑のオートで、次 P っていうのはシーンはカメラ任せではなく自分で決めたりできるんですけども、さっき言った F 値とかシャッタースピード ISO この辺の明るさに関する要素は全部オートでやりますよっていうのがこの P ですね。プログラムオートで、次 A ですね。 A っていうのは絞り優先と言われたりします。でこれキヤノンのカメラだと AV と表現されるので、そこだけちょっとね違う部分として注意してほしいんですが、このモードは絞り優先のモードといって F 値だけ変えて後のシャッタースピードは、オートにしますよ。ISO は個別に設定できたりするんですけども、ISO もオートにできますよっていうのがこの A モードです。で次 S モードですね。S モード、キヤノンだと TV モードって言われたりするんですけども、これは次シャッタースピード優先で、F 値はオートなんだけどもシャッタースピードだけ自分で決めますよと。ISO はオートか、マニュアルか選べるんですけども、基本的にはシャッタースピードだけで調整するというのがこのシャッタースピード優先で、最後 M モードですね。 M っていうのは全部マニュアルで、シャッタースピードも F 値も調整します。ISO だけオートにはできたりする、ISO はそれぞれのモードでも O とかマニュアルか切り替えができるので、どっちでもいいんですけども基本は最初オートでいいかなと思います。で、動画モードは動画モードで、それぞれ動画モードの設定の中で PASM それぞれ選べたりするんですけども、ここは動画モード。あとは S&Q っていうのはスロー&クイックと言われていて、結構他のカメラでも搭載されてるんですけども、要はスローモーションを撮ったりとかタイムラプスを撮ったりとかするときに使うモードになっています。でここのソニーにある123っていうのは自分で好きなセットを登録しておける場所になっていて、例えば1番にM モードなんだけど
ど、さらにホワイトバランスとかをこう低くしておきたいよとか、そういう細かい設定を保存しておきたいときにこの123に保存しておいたりします。最初は使わないかもしれないですね。で、とはいえ、わからんと、ケイスケさんそういうこと言われましても難しいっすっていう方いらっしゃると思うので、カメラ写真撮るときどういう風に使えばいいのって話で言うと、まず、最初は P でもいいです。とりあえずプログラムオート。この P にさえしておけば、基本的にはもういい写真が撮れます。今のカメラは性能がめちゃくちゃいいんで、この P のモードであれば、自動的にこう明るさとか調節してくれていい感じになったりしますが、P モードって楽しくはないですよね。なんかただ写真撮ってるだけで一眼の楽しさっていうのはやっぱ少ないなと思いますので、僕がおすすめしている方法としては A モードですね。はい、この A モード。A モードっていうので、絞り優先、要は F 値だけを自分で変えながら、あとはオートでやるっていうのが、まずはおすすめする方法の一つとしてあります。これなんでかっていうとの話なんですけども、A モードっていうのは F 値が変わるって話ですね。F 値はさっき言ったレンズの中のこの絞りの広さが変わる値になっています。これが変わります。で、F 値、これが変わると、要はボケ感っていうのが変わってきます。写りに大きく影響してくるポイントなんですよね。なので、もっとぼかしたいなとか、いやいやもっとピンと合わせたいなっていう時にはこの F 値っていうのをいじって、後の明るさとかは最初はオートでやるっていうのが、入りやすいんじゃないかなと僕は思ってます。で、ただこのね A モードでやると1個欠点があって、これがですね、要は暗くなったシーン、暗いところではその F 値、自分が設定した F 値に応じて明るさを調整しようとするんで、シャッタースピードっていうのがかなり下がってくるんですよ。で、そうすると気づかないうちにめちゃめちゃ手ブレしてるということが起きるので、ちょっと暗くなったかもなっていう時にはこれをね M に入れます。 S ではなく僕は M に入れていて、M でシャッタースピードっていうのを手ブレしないギリギリぐらいで、置いて、例えば60分の1とかですね、その辺にして頑張って手ブレしないように撮影するというのが結構いいんじゃないかなと思います。暗いシーンでは、F 値っていうのは最初、例えば 2.8 までいけるんだったら 2.8 にするし、F2 までいけるんだったら F2 にするし、みたいな感じで、F 値を最小にすることが結構多かったりするので、基本的には A モードで使いつつ、暗いと思ったら M モードを使って撮影してみてください。ケイスケの動画。はい、ということで、語ってきました。熱い。いかがでしょうか。モードの話をしたと思いますが、簡単ではないです。難しいかなと思います。使っていって慣れるっていう話ではあるので、一個一個今覚えたからといって、すぐに使いこなせるかと言われると難しいかもしれないんですけども、すぐに使いこなすというよりかは、どっちかっていうとさっきの言ったことを頭に入れといていただいて、で、じゃあ実際使ってみて、こういうことかと気づいてもらえれば、きっとですね、どんどん理解が深まっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひさっきのことはちょっと頭の片隅に置きながらいろいろ写真を撮ってみていただければ嬉しいなと思います。さっきも言った通り、モードはですね A モード、写真の場合はね A モードを使って、あとはマニュアルでね暗いシーンは撮影するというのが一旦おすすめです。で、動画の場合は基本はねフルマニュアルにするんですよ。で、もうフルマニュアルにするか、フルマニュアル難しいっていうんであれば全部オートで一回ねやっちゃうのがいいと思うんですけども、その話もするとこう2時間とか3時間とかちょっとねかかってしまうので、今回はね写真の説明にとどめさせていただきました。ゴールデンウィーク企画としては次回がラストとなりますのでですね、次は撮影テクニックについてご紹介するんですけども、ぜひ最後まで見ててくれると嬉しいなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ですね、声が枯れまくっておりまして、喉がめちゃくちゃ痛いです。とはいえ、あさってね、バンドの練習なんで直さなきゃいけないんですけども、最近ちょっと体調が悪くなりがちなので、葛根湯とかね、漢方をちゃんと飲む習慣をつけようかなと思っております。おすすめの漢方あったらぜひ教えてください。